皆さんこんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。今日はですね、私が吉永林業さんの現場をちょっと見たくてですね来ました。突然訪問なんですけれども、どういうところで仕事されているのかと、あとお宝をしてないかその辺をですねちょっと探しに来たところです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にこの社長吉永さんがですね手間をかけて作ったやつですんで、皆さん映像 YouTube 見てもらってですね、どれだけ手がかかってるかで、6月の27日からでしたっけ、販売が26日から予約販売という形で販売していきますので、きれいに仕上がっておりますので、ご購入の方を検討してください。よろしくお願いします。今日は仕事から降りてきたら現場に来たら吉川さんと松浦さんが来てたなんか2人おるなと思って上から見寄ったんですけど、びっくりしたとこです。で現場を見てもらうって言っても気恥ずかしいんですけど、わざわざ遠いとこ来てもらってありがたいと思っております。サーフドも販売になりまして、でとりあえずそのコスは26日頃から発売ができるかなと思って、いろんな仕事やってるんでなかなかスムーズにはできないんですけど、その時には数を揃えられるかなと思っております。予約販売ですから、そんないっぺんには出ないんで、ある程度計画生産ができると思うんでそれでやってくれるとありがたいなと思ってるところです。今のサーフドを自分の生産体制ができるようにぼちぼちやっていきたいなと思っているところです。よろしくお願いします。私はですね、それをちょっとデンドロビウムとかアフィラムとかリンドレーとかをつけてですね、ちょっと1年間作り込んで綺麗なやつを作っていきたいと思っておりますんで、根が完全に張るのはやっぱり1年ぐらいかかりますけど、仕上がりをいいのを作ってですね、いきたいと思っております。で皆さんがですね、もうぜひ欲しがるような綺麗なやつをですね作り上げていきますので、その原料をぜひ作っていただいてですね、これからもうどんどん発展させていきたいなと思っているところですね。よろしくお願いします。自分としては一番心配なのは割れてるっていうのがどうかなと思うんですけど、逆に今言った根を張ったりするのにはとか通気性にはいいのかなと、植物にとってはいいのかなと思ってるところです。あれが根が張っていくと、また根の動きも躍動感があって面白くなるんで、その割れ目に入っていくのも自然だしですね、そこはもうかっこよくなるかなと思うんですよね。今後期待していきたいと思っております。植物の成長もですね、今雨に当たるところで試験もしておりますんで、将来的に初めてのもんですから、将来雨に濡れてどうなるかっていうのももうとりあえず1、2年かけてですね、そこら辺の仕上がりも確認していきたいと思っております。何せ初めての商品で吉永社長がですねできるだけ劣化しないようにっていうことでコーティングもしてもらってるんで、そこ辺はですねちょっとやってみないとわからないところがあるんですけど、でもそこ辺も了承の上、ご購入の方よろしくお願いしたいと思っております。松浦さんが銀ドレをつけたじゃないですか。めっちゃかっこいいですよ。本当にですね。とりあえずつけたばっかりですからね。これからあれに根が張っていくと良くなると思いますよ。自分たちはそういうものをつけてっていうのはなかなかやってないんで、もう松浦社長にも全部任せていますんで、もう松浦社長から一応いいって言われて、いやもうすごくいい仕上がりになったんで、あれをですねちょっと時間をかけていいものをですね作り上げていきたいと思っております。今つけた段階でですね欲しい方もおられたら今販売ということもやっておりますんで、そこも含めてですね、徐々に1年2年かけて完璧なものを作り上げていきたいと思っているところなんですよね。そういうところで私は頑張っていきますんで、もうぜひ生産の方もこれが追いつかないぐらいになればいいんですけどね私は1、2年かけていいものを作り上げていこうというのが一応コンセプトにしておりますんで、そこをよろしくお願いいたします。こっちもよろしくお願いします。やっぱ全部そうですよね。やっぱ穴を開けるのもそうだし、磨くのもそうだし、やっぱ切るのが大変ですね。切るのも大変厚さがちょっと合ってないところもあるんですけど、やっぱ手切りでやらんと形ではなかなか普通の製材ではできないんで、全部ですね。もう色を塗るのも
2回を塗ってこうちゃんと染みててコーティングができてるかどうかっていうのももう焼くのもそうなんですけどもう全部本当一つ一つ大変大変って言ったらあれなんですけど気を使って、まあ、お客さんの喜ぶ顔を見ながらやってるところです。お客さんからの声も聞きたいなとは思ってるんですけどお願いしたいと思います。で松原さんと吉川さんがコンビでバッとやってくれるもう俺はもう一生懸命に作るだけですよ。いやでもあれクリアですかね。なんて言えばいいんですかね。ワックスじゃないですよね。ワックスは塗料なんですけどクリア一応クリアみたいな形でやってるんですけどまだその自然の植物油の油を使ってるんで色がちょっと出てるんですよ。そういう化学物質とは違うんでそこ辺がちょっと色が出てるんですけどまあそれも味かなと思ってるところです。色もいいですよね。ちょうどいいぐらいに仕上がってると思うんですね。つけたそして全然いい感じですよ。作る工程で YouTube で見た方はもう言っておられますね。あれだけ手をかけて作られたものだからっていうことでですね。相当高いはず。前評判が高いですよね。高くしていいですかね。まあまずはお客さんが、松原さんから言われてお客さんがこう買いやすい値段でっていうことで自分もまだそこあたりは全然わからないところなんでもう相談して値段もつけております。あれを基本としてまたこれからもですねいろんな大きさとかそういう形で、将来的には作っていただこう思っておりますんでまずは 1,2 年は形でやってみてでビカクシダの大きさとかデンドロビウムの大きさとかリンドレーの大きさによってちょっと大きさを変えてもらうとかそういったことを将来的にちょっとお願いしようかなと思っておりますのでまずは1年生ということでスタートラインをやっと切ることができたんで、これからどんどん進展していきたいなと思っているところですね。ぜひですねコラボレーションでいいものを作り上げていきたいですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。で今日は来てですねなんかないかなと思ってたんですよ。そしたらですねどうしてましたもんね。はいもうお宝探しがしたらこれが出てきました。これやっぱ80年ぐらい経ってると思いますよ。この80年でしょ。分厚いじゃないですか。いやこれ分厚いんですよ。普通は外国から輸入した松の木の皮とか、かけらを使ってるんですよ。かけらを使ってもう根付かしてるのが多いんですけど、これはパッと見てですねもう結構年季が入っていて、80年以上は経ってる。もう人が100年ぐらいになるとこうやってこう分厚い肌になってくるんですよ。でこれをですねある程度の大きさに切り込んでとりあえずアク抜きでちょっと炊き出ししてみようかなと思うんですよね。アク抜きしてでそれからつけてみようかなと思うんですけど、こういうのが一度にゴロゴロそうこの辺りはそこを切ったからですね。その辺りはやっぱ古いのがあってですね、こういうのは使えるかなと思っているところでお宝を一つ、発見しました。すごく裏もしっかりしてて皮もしっかりこう剥げないような感じになってるんですよね。これはいいかなと思っていたところです。ちょっとこれはですねもう多分ここ 1,2 ヶ月のうちにちょっと製品というか商品をちょっと作っていくかなと思っておりますのでまた期待してください。それも YouTube ですね作る工程も映像でお知らせできるかなと思っております。それとですねよく YouTube で見てて木を切った後に端っこを丸めてですね次の世代が倒した時に木が傷まないようにということで端っこ切っておられますよね。とかこれは倒す時の受け口なんですよ。受け口なんです。受け口。そうなんですね。受け口です。こんなのもいっぱいありますよね。これなんか三日月が食べる面白いなと思ってこれにつけていくとなんか室内のインテリアなんかにも使えるかなと思ってるんですよね。これに植物をつけるとまた味が出ますからね。なるほど。俺たちにはちょっと分からんところさすが松村さんですね。そういう。これもちょっとつけてみようかなと根を張らせるとすごく綺麗な形の商品ができるんじゃないかなと思っています。こんなのでですね、2つ目のお宝をこれも専務の方がもらっていいっていうだいぶあってなんとかこれでまた商品作ってみたいなと思っているところですね。そういうところです。
苔なんかも探してみたんですけど、まだちょっとすぐ使えそうなやつがちょっとなくてですね、はい、これに来たら何かないかなと思った貧乏症なんでしょうかね、はい、まあ、いろいろヒントがちょっと転がっていそうなんで、まあ、そこを気をつけて見ていきたいなと思っています。まあ、今日はヒントどころは答えがあったんで、はい、これを持って帰ってまた作ってみますね。さすが松浦さん、ただでは帰れないですね。お宝の山ですか。お宝の山ですかね。はい、そういうところです。もう本当にちょっと気がつけなければゴミですけどね、ちょっと活かせればなんかいいのができそうですよ。はい、今日は訪問になったと思いますので、ありがとうございます。素朴な質問ですけど、はい。だからこう雨が降りますわ山。はいはどうしてもこう取り付け道路がこうぬかるんで、作業がこう難しいじゃないですか。それもやっぱり作業進めていくんですね。それとその木工やってるじゃないですか。木工は雨の日でもこうできるように、その仕事ができるように、まあそういうためにも木工やってるんですよ。だから3回ぐらいかな、一応その流れに乗せるためにその磨きとか、あれを今月5月には3回ぐらい雨が降る時やったんですよ。昨日はもうだいたい現場ができるようになったから、それでもそういうことでやってるんですけど、やっぱ木工も大事ですよ、雨の日にが。ってことは将来大量発注も大丈夫と。まあそれに向けて徐々にこう形を作っていって、でまあそういう時にはこう休んでこう仕事ができるっていう体制を作っていこうかなと思っています。ヒノキではお湯浮かべるやつは定期でこう頼まれてるんです。またいや定期じゃないけど、もう一応3000ぐらいこの前出たんですけど、今度はまあ10とか20とか時々出るんで、まあそういう時にまあだからヒノキもこの前まあ休んで皮をむかなきゃなんですか、あれを250本ぐらい。1メーターあれですね、あれのいいやつを250分ぐらいつってもう皮むいて、社長自らむいてるんですね。いやいや従業員と一緒に、まあ自分もむくんですけど、この前はもう雨の日にちょっとそれやろうかって。じゃあ一応皮むいてそれ乾かしてっていう。そう準備をしとかんとさっとできんからですよ。あれ準備するまで結構暇がいるんですよ。だけども在庫はできてるし、このその板のやつも今、70本ぐらいかな、70本ぐらい作ってるんで、乾燥して、であと30本ぐらいあればいいかな、100本ぐらい作っとけばまあ対応できるかな。その流れをこう作らんとなかなかこうさっとできるわけじゃないからですよ。やっぱ2ヶ月ぐらい乾燥させないとできんからですね。それもまあなんとか段取りがぼちぼちできる。だからやっぱこう注文販売っていうのはそういう流れをこう作るために今こう段取りをしていると思います。綺麗なものができておりますので、はい、また見てご購入の方を検討してください。はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はいはいはい。あれも読ませてもらいましたわ。山で撮影に入ってたと思うんですけど、60年から70年経ってるんですよ。それの先の方を使ってるんであれなんですけど、まあ年輪とかを見てもらうとこう小さいところがあるじゃないですか。ああいうのはもうゆっくり育ったところと真ん中はこう最初こうパーッと太ったような感じ。なんか森を感じてもらえれば、木を感じてもらえればありがたいですわ。今日も吉川さんがと松浦さんがうちの現場に来て、それが撮れたとこですよに来て撮影をちょっとやってるんですよ。